皆さんこんにちは。今回は1泊2日冬旅温泉旅パッキングと服装のご紹介です。今回の動画はリュックの紹介とパッキング内容、あるといいもの、服装とアイテム紹介、気をつけることの4本立てです。ぜひ最後までご覧ください。まずリュックについてです。アウトドアブランドのコロンビアをずっと使っています。両サイドにマジックテープのポケットがあってとっても便利なんです。手前のミニポケットも重宝しています。IC カードやリップなどすぐ取り出したい小物入れにしています。これから中身をご紹介します。着替えですね。着替えが入っているのはこの無印の圧縮のバッグに入れてます。ちょっと大きくは見せないですけど、靴下1足とハンカチ1枚と下着が1組入ってます。1泊2日の場合、特に冬の旅行の場合は着替えは持っていきません。多分大して汗をかかないと思うので1泊くらいは平気だろうという算段です。反対側に入ってるのは温泉地行ったら足湯とかあると思うんですよ。なので足湯の足を拭く温泉用のちっちゃいタオルとそれを入れるための袋です。はい、着替えはこれのみです。メイク道具なんですけど、私とっても面倒くさがりなのでメイク道具は普段と同じものをそのまま持っていきます。普段からメイク道具少ないので、無印良品のこのケースに丸ごと入れたままをそのままこっちに入れて持っていきます。でもう一つは何かというと、モンベルで買ったポーチで、この中に日帰り温泉とか行く時もこれごと持っていくんですけど、こういった無印の化粧水とか、これはオールインワンのクリームですね。これもうちょっとでなくなるので、ちょっと別の化粧水を買ったり、レンジもいるんですけど、そういったのも入れてます。このティールズのクリームですね。無印の洗顔料もあります。あとはこういった櫛とかも。丁寧にパッキングする方でしたら、きっと全部化粧品とかこういった化粧水とかもいっぺんに入る下げれるケースとかを使われると思うんですけど、私はもう本当にいちいち普段の化粧品と旅行用を分けるのがめんどくさくて、ちょっと荷物になることもあるんですが、この程度だったら許容範囲かなと思ってこれにいっぺんに入れています。雪が降った時とか雨が降った時の折りたたみ傘、これはユニクロで買ったニット帽ですね。耳まで隠れるので耳が寒い時には便利です。アフタヌーンティーリビングで確か買ったんですけど、これとても便利で、こうやって入れて、この親指と人差し指の部分が出せるんですよ。なのでスマホの操作する時にすごく便利です。あります。これはエコバッグですね。ちっちゃく折りたためるエコバッグと IC カード、スマホに IC カード入れている方はそれの方が小スペース化できますね。私はちょっと分けてるので、これは IC カード持っていきます。移動中の時間つぶしにおなじみ Amazon の Kindle が入っているポーチにはティッシュや薬なども入れています。こちらの小さいポーチの中にはアルコールジェルやリップ、ワイヤレスイヤホンを入れています。これは完全なる趣味で別に必須ってわけじゃないんですけど、昔使ってたデジカメが見つかったので、最近これでカメラを撮る、スマホじゃなくてデジカメでカメラを撮るというのにハマってるので、旅行先に行って素敵な風景だなって思ったのをこれで撮るようにしてます。これもめんどくさがりなんですけど、家計の旅行用の財布にお金を分けるっていう作業がとてもめんどくさくてですね、あのカード入れなかったとか入れたとか、あれ忘れたっていうのが一つ言い忘れてたんですけど、温泉に入る時の髪の毛縛るゴムとか、最近はね脱衣所に置いてくれてる施設も多いんですけども、一応念のため忘れた時のためにここに入れています。はい、
では実際に出かける時の格好をしてみました。上半身はこんな感じでニット帽をかぶってマフラーしてダウンを着てっていう感じですね。ダウンはアークテリクスのダウンを着ています。膝下まで長さがあって暖かくて軽くてとても良いです。こちらもアウトドアブランドなので雨風に強い作りになっています。少し値は張りますが長持ちしそうなので大切に着たいと思います。この下に履いてるのはジャージー素材のパンツですね。ジャージー素材とっても柔らかくて、あとちょっと雪道とかで汚れても多少は気にならないで、軽いですしね、動きやすくて、ウエストもゴムになっているので履きやすくていいです。もっとしっかりしたパンツが履きたいときはノースフェイスで買った登山用のアルパインライトパンツを履きます。街でも履きやすいデザインですし、伸び縮みもします。とても重宝しているパンツの一つです。ちなみに靴下なんですけど、これは実は登山用の靴下です。登山用の靴下は冬はとてもおすすめです。とってもあったかいですし、素材もウールとか冷えにくいですし、とか雪のある地方にだいたい温泉多いと思うんですけども、スノーブーツ履いていかれることをおすすめします。雪があるのもそうですし、道が凍ってる場合もあるので滑りにくいような靴を履かれることをおすすめします。一つおすすめなんですけど、私このジャージー素材のパンツの下にレギンスを履いてるんですね。タイツ履かれる方もいるかと思うんですけども、タイツはなるべくやめた方がいいかもしれないです。っていうのも、温泉地に行くと、足湯って大体あると思うんですよね。でタイツだと皆さんお察しの通り脱げないんですよね。その場で脱ぎにくいですよね。で足湯自分だけ入れないっていうことがありうるので、レギンスだったらねすぐね脱いで入れますもんね。ちょっと汚いですけど、こういってあげてお見せします。これで足湯に浸かると、さっき荷物の中でお見せしたタオルを使ってですね拭いて上がると。タイツじゃなくて私はレギンスをおすすめします。はい、では先ほどスノーブーツと言ったんですけど、私は実際に履いていったのは前夏の服の動画でも出したんですけど、サロモンですね。これは登山用とかトレッキングでもあるんですけど、ゴアテックなので水とか水分に強いですし、裏もこうやってギザギザタイプなので雪の上も比較的歩けるかなっていう感じですね。歩き方とかはペンギン歩きがいいとかって言われてますよね。雪の上とか分厚い靴下履いてるとちょっときついんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、この紐で調整できるんですね、ここの大きさを。なので分厚い靴下を履いてても比較的履きやすい靴だと思います。でもしそれだと足首がちょっと寒いわなんていう方は、こういった私ハンターのレインブーツを愛用してるんです。ハンターのレインブーツもいいかもしれません。ただこれだと雪の面歩くときちょっと滑りやすいかもしれないので、防水はもちろんレインブーツなのでバッチリなんですけど、ちょっと心もとないかもしれないです。何か滑り止めのようなものを貼るとか対策が必要かもしれませんね。最後になぜリュックをおすすめするかと言いますと、リュックは両手が開くんですね。でやっぱり雪道とか凍ってる場所を歩くことになるかもしれないじゃないですか。歩く時のバランスが取りやすいのがリュックなんですね。両手が開くものをおすすめします。これは老若男女問わずいかがでしたでしょうか。冬の温泉地に行く1泊2日のパッキングと格好、気をつけることを私なりにご
ご紹介させていただきました。自分はこういうことしてるよとか、他にも良いアドバイスなどあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ズミでした。ニット帽をかぶってマフラーを着てダウンを違う